仲間淳太のレコメン。文化放送からお送りしてますレコメン。さあここからですね、なんとデビューのお祝いをウエストのあのメンバーがしてくれた話が出てくるみたいです。あ、レン君のなんかデビューの時のお祝い、ウエストの小滝ちゃんですか？一体誰なんでしょう？小滝ちゃんですか？うわ、気になりますね。小滝ちゃん。ちょっと見てくれないですか？小滝君ちょっと今。いや、これは喋るでしょ。遅刻でしょ。レンが喋るでしょ。わかりました、わかりました。思いなかった今。キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。こんばんは、キング&プリンスの永瀬廉です。いよいよ8月14日金曜、永瀬廉主演の映画弱虫ペダルが全国公開されます。明日です。めちゃめちゃいろんな雑誌の表紙とかやらせてもらいましたよね。で、まだこの段階では収録してないものが多分あと半分ぐらいあるんですけど、いろんな番組にも出させていただいて、中でも印象的だったのは、決められない、普通に。決めれない。でもなんだろう、脱力タイムズとかすごい面白かったね。小籔さん半端ない、あの人。とりあえずすごいツッコミでしたね。なんていうの、マシンガンで撃たれてるようなっていうぐらい突っ込まれた。そういう構成やったっていうのもあるけど、でも全力で頑張ったので、ぜひ皆さん本当、弱虫ペダル映画館まで足をお運びくださいませ。水木も出てるから、ハイハイジェッツの井上瑞稀くんも出てるから、そのね、たくさんの人に見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それでは今夜もレディオガーデン始めていきましょう。文化放送からあなたにお届け、キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。文化放送からお送りしますキング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。リスナーの皆さんから当然2つ目を紹介していきましょう。東京都ラジオネームヨウさんからいただきました。レン君こんばんは。弱虫ペダルの公開まで1ヶ月切りましたね。映画館で前髪パッツンメガネレン君を見ることを楽しみにしています。弱虫ペダルキックオフイベントの様子を情報番組で見ました。レン君のジャケット姿を見てすごくイケてると思ったのと、体つきが少し変わった。自転車こいで筋肉がついたのかなとも思いました。実際撮影で筋肉などつきましたか？実際撮影で筋肉などついておりません。そう、つかなかった。なんか結構超えたの。もうリアルガチで全然つかんかったね。なんでだろうな。でも筋肉はついてないけどメンタルはマジ強くなったね。いろんな過酷な状況での撮影やったから、寒さ、暑さ、風が強くて進まんみたいな、そういう意味ではここで今俺が足をついてしまったらまたカメラカーとか全部スタート地点戻ってすごい大変時間かかっちゃうから、いや今自分がここで足をつくわけにいかないっていうので、そうだからもう限界を超えてたね。アドレナリンプシャーって言ったと思ったあの時俺。だからあんまつかんかったね、思ったよりも。多分ね、ジャケットがちょっと大きかったからかな、多分そう見えたら、もしかしたら。そうだからあんまついてないな、実は。残念ながらね。そうで、俺さ、今思い出したけど、この前さ、これ全く別の話ね、これも。余談じゃないけど、嬉しかったことやねんけど、のんちゃんおるやん。ジャニーズ WEST の小滝望くん、のんちゃん。2年ぶりぐらいかな。2人でご飯行って、2年越しのデビュー祝いしてもらった。だからもうデビュー当初から行こうなって言ってくれてて、なかなか会わず会わずで、2年越しにようやく、この前焼肉屋さん行って2人で。で、ケーキ。で、お店の中、急に明治ナイト流れ始めて、その前まで普通の曲とか流れてたから、なんかたまたまじゃあ俺らの曲流れたんかなと思いながら、明治ナイト、すげえたまたまだなって言ったら、急にケーキが運ばれてきて、おめでとうございますみたいな。嬉しかったね。そう、祝ってくれてさ、うまかった焼肉も。
焼肉のんちゃん焼いてくれたね。やるよみたいな。でも何の話だかな。関西ジュニア、関ジャネイトさん、ジャニーズ WEST さん、A グループ、なにわ男子、あとリル関西とかでライブするやん。そういういろいろ、そういうどういう感じなのみたいな話をしたり、その後のんちゃん家行って、で、のんちゃんの友達も何人か来て、みんなでボードゲームしてた。そう、もう一つ思い出した。で、のんちゃんからこの前メール来て、ショーに未満警察めっちゃおもろいって伝えといてって来たので、ちょっとここで伝えるわ。多分忘れちゃうから、ほんまに。翔くん聞いてますでしょうか。のんちゃんが未満警察めっちゃおもろいって言ってました。僕はちゃんと伝えました。ごめん、全然話されましたけど、ごめん、急に今思い出したから、これ言っとこうと思って、せっかく言われていただいたから、こんな優しいんですよっていうので、今言わせていただきました。じゃあ続いてのメールいきましょう。新潟県はなおさんからいただきました。こんばんは。いつも楽しくニアラジオを聞かせていただいています。レン君、単独表彰おめでとうございます。翔くん、岸さんに続き、レン君もと聞いて本当に嬉しいです。保存用と閲覧用2冊用意しました。予約しました。たくさんの雑誌が発売されて、撮影や取材で大変だったと思いますが、いろいろなレン君を見たり、知れたりできてとても幸せな期間です。ありがとうございます。撮影取材を振り返って印象的なことがあれば聞いてみたいです。これからのレン君の活躍を応援します。1日ですごい数の媒体数を受けるので、ありがたいことに何種もやるから、で、撮影もしつつ、まず時間感覚なくなってくるのと、あと、前の映画でもそうやってんけど、前の映画は、ちょっと自分で何を話してるかわからなくなってくる。喋りすぎて。そういう状態になったの。で、今回も同じような状態になってんけど、問題はない程度にね、自分が何喋ってるかわからなくなってきて、で、その先行っちゃったもんね、今回。ほんまにマジで後半、一日のね、人の言葉が理解できなくなっちゃって、俺。聞き返すことが多くなっちゃって、日本語っていうものが理解できなくなった。そんぐらい、喋るとさ、酸素使うやん。だから頭が回らんくなって、そういう状態に陥ってんけど、びっくりしたね。理解しようとすればするほどもう、ゲシュタルト崩壊的な感じ。理解しようとすればするほどできんくなっちゃって。でも、ちゃんと聞いたの、スタッフさんに、俺大丈夫でしたって言ったら、全然大丈夫だったよって。よかったと思って、実はこういうことが起きてたんです、みたいにちゃんと言ったら、でも、全然そんなこと感じなかったよって言ってくれてたので、よかったと思って。それはちょっとびっくりしちゃったね。あとなんだろうな、撮影、取材振り返って。でもやっぱ、共演者さんと取材とか受けるの楽しいよね。なんでかわからんけど、やっぱ人と話すからかな、やっぱ、エピソードとかもどんどん出てくるから、そういう部分でも助かったなって今でも思うな。そうだから、健太郎くん、菅野瀬と受けてないな。鳴子くんか。とかいろいろの人とのエピソードとか話したね。ぐらいかな。あと今、何締めってわからなくなる。今何締めの撮影やったっけってなる。あと、ご飯食う時間がマジ秒。むしろ自分で見つけてっていう感じでしたね。5分休憩あるから、着替えも含めね、メイク直しとかも含め5分ぐらいで、じゃあどっかの5分で、徐々に食うのか、まとめて一気に食うのか、自分で考えてくださいみたいな感じの、ね、もちろん言われてはないけど、そんな感じだった。だから速攻食ってやったね。お弁当、とんかつ弁当。速攻食った。じゃあ続いてのメールいきましょう。宮崎県は萌さんからいただきました。レン君こんばんは。たった今、音楽の日に King&Prince が出ているのを見ていました。新曲のキューブハートを披露してくれていましたね。明るくて、振り付けも可愛くて素敵な曲でした。劇場で聴けるのも楽しみにします。ところで、King&Prince の後は Kiss-My-Foot2 の皆さんでしたね。レン君の大好きなタモリ豊君もやってくれてて、レン君喜んでそうだなと勝手に思ってました。実際のところどうなんでしょうか。実際のところ見守っててくれてたのかな。でもパフォーマンス
に集中してたから、キスマイさんがどこのタイミングで出てきたのか全然気づかんかったし、もう俺がハゲようとしてた頃にはもう中井さんとトークをしてらっしゃったから、で、あと、俺はそんなことよりも、恋煩い終わった後、よろけたのよ。片足出しして、最後首を回す振りがあんねんけど、よろけちゃって、あそこ映ってなかったかなってすごい心配やった。宮下海さん、まだ見てないよね、多分。結論から言おう。映ってたのよ。映ってたの、俺がよろけるとこ。あ、映ってたと思って。でも振付師さんから怒られんかったからラッキーみたいな。よかったと思って。いや、初めてですよ、恋煩い史上。今までも何回も恋煩い披露してさ、よろけそうになったことも、よろけそうになったことあったけど、実際よろけるのは初めてだったので、ちょっと恥ずかしかったね、シンプルに。突っ込まれるし、友達からも、よろけてたよね、みたいな。何のことって思ったけど、もう、とぼけました。でも、キヨーバハートの振りとかもさ、気づいたら自転車の振りになってて、歌詞にも坂道っていう単語が入ってたりとか、ほんまに映画に寄り添ってくれてる曲だから、そう。あとね、坂道っていう部分で、俺だよっていうのもやったし、なんか嬉しいよね。映画に寄り添ってくれてる感じが。だからタマさんのやつ全然ちょっと気づかなかったな。だからその映画も明日ついに公開ですから、いやー無事に皆さんの元に届くのが大変嬉しいです。なんか見てね。金曜日は多分平日だから難しい人多いと思うから土日にでも見てください。よろしくです。てなわけで質問や感想、伝えたいことなどどんなことでもいいので番組宛てにメッセージを送ってください。宛先はエンディングでご紹介します。それではここで曲をお送りします。キング&プリンスでキューブハート、どうぞ。からあなたにお届け、キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。今夜もエンディングの時間になってしまいました。ここで僕永瀬廉からのお知らせです。キング&プリンスのセカンドアルバムランドが9月2日にリリースされます。永瀬廉が主演を務める映画ヨウムシペダが8月14日に全国公開されます。主題歌はキング&プリンスの新曲キューブハートです。明日です。皆様ぜひよろしくお願いします。この番組では皆さんからメールを募集しております。質問や感想を伝えたいことなどどんなことでもいいのでメッセージを送ってください。メールアドレスはren@jokura.net ren@jokura.net です。
富山県はブーちゃんさんからいただきました。富山県の方言の中で勘違いしちゃう方言が多いんですけど、その中で一番勘違いされるのが抱いてやるという方言です。これはおごってあげるって意味なんです。最近の若い子はあんま使わんがですけど、打ち間違いこれ何そういう方言。使わんがですけど、富山弁コテコテの人は普通に使っちゃいます。私はコテコテな方なので、よく友達に注意されちゃうんですよね。ほら。使わんがですけど、コテコテを表してるね。特能よ。この方言。使わないですけどっていうことなんでしょうね、多分ね。面白い。使わんがですけどおもろいな。俺使いたい、俺が使いたい、俺これ。いやー、俺あんま料理とかしないから、フライパンとか使わんがなんだよね。こういうことか。使わんがなんだよねって合ってんのかな。なんか不自然じゃない？そんな気しない？抱いてやるが、これはおごってあげるって意味なんです。これ逆に言うとさ、俺ら、富山の方じゃない人が、富山県の人にさ、抱いてやるって言ったらさ、どっちの意味で伝わる？おごってやるになるんかな？雰囲気にもよるか。あ、おごってくれんの？いや、違う、なんて言えばいいんだろう。抱かせてくださいとかなっちゃうのかな、じゃあ。だから、なんか、そこら辺の区別はどうやってしてんだよ、富山県の方々は。発音とかなんかな、抱いてやるみたいな。これがおごってる。おごる方で、抱いてやるが、抱く、普通に抱く、もう、そういう意味。どっちなんだろう、どう区別してんだろう、気になるな。だから、みんな、ほんと富山県の人に抱いてやるっていう時は、気をつけてくださいね。でも面白いね、こういう、なんか、方言系の雑学も。いや、俺使わんがですよ、もう。使わんが。いい方言やわ、これ。だから、抱いてやるとか使わんがってことね。なんか、使わんがって、俺、響きが好きなのよね。使わんがってなんか、モンハンに出てきそうな、なんか、モンスターの名前じゃない？もうなかったっけ、使わんがみたいな。今回そうや。使わんが。俺ちょっとハマるわ。しばらく。なんでこんなハマってるのかわからんけど。いいわ、すげえ嬉しい。ブーちゃんさんありがとね。じゃあ今度抱いてやる。ということでお会いいたいキングプリンスの永瀬廉でした。それではまた来週。バイバイ。